皆さんこんにちは。徳久アーカイブスです。今回は 2026FIFA ワールドカップ北中米大会の日本代表とチュニジア代表の試合が行われるメキシコにて、試合観戦の様子と現地のモンテレーの観光の様子をお届けします。現地の熱狂やメキシコならではの雄大な景色の数々をぜひお楽しみください。メキシコは日本から太平洋を越えたはるか 11,000km 彼方にある巨大な大陸国家です。国土面積は日本の約5倍、2つの太陽に面した雄大な地形が特徴です。そして現在いるのがその首都メキシコシティ。日本からの直行便によって結ばれるこの街はまさにメキシコの玄関口にあたります。今回のワールドカップの開幕戦であるメキシコ代表と南アフリカ代表の試合が行われたのがこのメキシコシティです。空港にもこのようなワールドカップの巨大なオブジェが掲げられ、早くも現地の盛り上がりを感じることができます。そしてここから日本代表の試合が行われる都市へと国内線を乗り継いで移動していきます。メキシコシティには4日間ほど滞在したので、こちらの観光の様子はまた別途動画にしていきたいと思います。メキシコシティから北へおよそ 700km、 日本でいう東京から広島ほどの距離を移動し、メキシコ第2の都市圏モンテレーを目指します。人口およそ530万人を抱えるこの大都市は、近代的な高層ビル群と周囲を囲む荒々しい岩山が融合した唯一無二の景観に包まれています。移動にかかる時間はおよそ2時間。多くの日本代表サポーターとともに現地に乗り込みます。モンテレーに無事到着しました。途中モンテレーの豪雨の影響で違う空港に一時着陸するなどのトラブルがありましたが、3時間ほどの遅れで現地入りすることができました。海外ではこの程度のトラブルは何もないに等しいです。モンテレーの空港はメキシコシティの空港に比べかなりこじんまりしており、ワールドカップの雰囲気も簡易的なプレートが展示されている程度でした。今いるこの第2ターミナルは自分が利用したアエロメヒコ航空専用らしく、利用客もかなり限られたコンパクトな作りのようです。時刻は現在夜の8時過ぎということで、飲食店もスタバを除きほとんど閉まっていました。これからウーバーを使い市内へと移動していきます。雨上がりということで屋外はかなりの湿度の高さを感じます。タクシーは呼んでから15分ほどで迎えに来てくれました。空港からモンテレーの中心部までは30キロほど離れており、車で20分以上かかります。自分は近くにいた日本人の方と相乗りさせてもらいました。道は片道4車線でかなり広く、渋滞も少なくスムーズに進んでいます。見晴らしもよく、明るければモンテレーの雄大な山々の景色が楽しめそうです。モンテレーの中心部に着きました。幸い相乗りしていた方のホテルから自分のホテルも近く、歩いて5分ほどで着きそうです。まだモンテレーの治安の肌感覚がわからないので、歩く距離が少ないに越したことはありません。ホテルの部屋の様子です。自分は一人なのですが、部屋が2つあり、ベッドも2つあります。フロントで本当に一人で泊まるのかと聞かれましたが、料金も間違いなく1部屋分しか払っていません。ただ、エアコンが片方の部屋に1台しかなく、出力もあまり強くないので、蒸し暑いモンテレーで過ごすには少し辛抱が必要そうです。今日はここで就寝です。おやすみなさい。翌朝です。6月20日、試合当日です。
すがすがしい朝日ですが、それとは裏腹に昨日泊まっていたホテルに空き巣が入り、他の日本人観光客の方の荷物が盗まれるという事件がありました。自分は被害には遭っていませんが、万一を考えホテルを別の場所に移すことにします。今日は試合を見に行き、部屋を空ける時間が長いので、部屋のセキュリティは重視しておきたいところです。新しいホテルはすぐに見つかりました。もともと泊まっていた場所から近く、徒歩で3分ほどです。この周辺は街の中心部で非常に便利なので、立地は大きく変えないことにしました。昨日の豪雨の影響で街が少し散らかっているようです。ですが、街中では清掃の業者やボランティアの方をたくさん見かけたので、ここも少しすれば綺麗に片付けられるのかと思います。自分が新しく泊まるホテルはこの区画を抜けた先に位置しています。新しく泊まるホテルです。メキシコの滞在も残り1泊なので少し値段の張る高級ホテルにしてしまいました。朝食やプールがついていたりとゴージャスな宿ですが、何よりありがたいのがチェックアウトが午後3時という聞いたことない遅さなことです。夜10時キックオフの試合で夜中に帰ってきても十分に休息が取れそうです。部屋はキングサイズのベッドが一つあるシングルルームです。空調もしっかり効いており、ストレスなく滞在できそうです。水回りも清潔感があり、さすがの高級ホテルです。ちなみにメキシコは世界トップレベルの香水大国で、髪がきしみやすいので日本からトリートメントを持っていくことを強くお勧めします。全体的に綺麗で火のつけどころがない部屋ではありますが、セーフティーボックスがなさそうなのが気になりました。昨日のこともあったので少し神経質になっているかもしれません。ウェルカムサービスの無料の水もあります。モンテレーは暑いので非常に助かります。現在時刻は午前11時。キックオフまではまだ10時間以上ありますが、少しモンテレーの街を散策します。ここはモンテレーの中心部にあるアディダスストアです。日本代表のユニフォームはアディダス製で、ここでユニフォームを買えるほか、試合開催の記念のワッペンを装着できるとして話題になり、こうして行列ができています。ここモンテレーはメキシコ屈指のフットボール都市でもあります。街を二分する2つの名門クラブが強烈なライバル関係を築いており、市民のサッカーへの審美眼は非常に超えています。ここではその両チームのユニフォームを買うことができ、実際にこれを着て街を歩いている日本人の方も見かけました。値段は1着1万3000円ほどで、日本のサッカーユニフォームとそこまで変わりません。これはクラブアメリカというメキシコシティを拠点にするクラブのユニフォームです。日本で言うと FC 東京のユニフォームが広島県で売られているようなもので、実際ここモンテレーのショップではあまり売れていないようで、半額セールの対象になっています。街のさらに中心部であるマクロプラザにやってきました。緑豊かに整備されたこの公園は地元住民の憩いの場となっています。周辺には近代的なビルだけでなく、歴史を感じる古い行政の建物も軒を連ねており、第二の都市として発展してきたモンテレーの歴史を感じられる場所でもあります。通りを挟んだ先に見えるのがモンテレー大聖堂です。完成までに130年もの月日が費やされ、この手の建物では珍しく左右の塔のデザインが異なっています。そして大聖堂の前には日本代表を歓迎するオブジェが設置されています。この目立つ大聖堂の前ならきっと多くの日本人の目に留まったに違いありません。一旦ホテルに戻ってきました。試合は夜の10時キックオフで、そこから動き続けることを考えると少し体力を温存しておいた方がいいという決断に至りました。日中のモンテレーは気温も湿度も高く体力をそがれるので、日が傾くまでホテルでのんびりしようと思います。時刻は夕方の4時、キックオフ6時間前です。まだ日は傾いていませんが、体力も有り余ってきたので街に繰り出すことにしました。
スタジアムにはまだ向かわず、これからファンフェスティバルというパブリックビューイングや公式ショップが併設されている場所に向かっていこうと思います。ファンフェスティバルへは市内の地下鉄、通称メトロを使って移動しました。試合当日はメトロの一部区間は無料になっています。ファンフェスティバルはモンテレー屈指の観光スポットであるフンディドーラ公園の中に設置されています。フンディドーラ公園はかつて巨大な製鉄所だった敷地を再開発した公園で、内部には未だにその痕跡が多く残されています。面積も広く、この先入り口までそこそこ長い距離を歩くことになりました。メトロを降りてから30分ほど歩いてようやくファンフェスティバルの中に入りました。ここまで思った以上に時間がかかったので、この後のスタジアムへの移動を考えるとそこまで長居はできなさそうです。入り口の近くに公式ショップが設置されていました。幸い入場規制はされておらず、すぐ中に入れそうです。グッズは盗難防止のためか柵の内側に展示される形で陳列されており、スタッフに指示を出して購入する形式のようです。海外の服のサイズの基準がわからないので試着できない不安はありますが、こういう時は気持ち大きめのサイズを買っておくと、その下にインナーやパーカーを着たりといった着こなしアレンジでごまかしやすくなるのでおすすめです。ファンフェスティバルの中の広場です。ここでは露店の出店もあり、よくあるお祭りのような雰囲気です。ここには試合を見れるモニターもないので、ただのんびりしている人だけが集まっているような感じです。パブリックビューイングはさらに奥にあります。今はどこの試合も放映されておらず、比較的静かです。この後夜の6時からエクアドル代表とキュラソー代表の試合があるのですが、これを見ていたら肝心の日本代表の試合に間に合わないので、パブリックビューイングは雰囲気だけ味わって後にすることになりそうです。時刻は5時半、いよいよスタジアムに向かっていきます。ちなみにこの右上にかかっているモノレールはスタジアムまでの移動用に建設されていたそうですが、ワールドカップ本大会には間に合わなかったようです。果たしてこの後完成されるのでしょうか。フンディドーラ公園からスタジアムへは無料バスが出ています。無料なのはありがたいですが、人も多く乗るまでにかなり時間がかかりました。早めに動いておいてよかったです。スタジアムの1キロほど手前、交通規制ギリギリのところに到着しました。ここからは徒歩でスタジアムへと向かっていきます。日もだいぶ傾き、時刻は夜の7時を迎えようとしています。
ちなみに6月のモンテレーの日没は8時半頃だそうです。すでに多くのサポーターがスタジアムまでの列を作っています。日本代表やチュニジア代表のサポーターだけでなく、現地のメキシコ人もかなり見に来ていそうです。Arena, Cali, Cemento. Arena, Cali, Cemento. Lucy, Lucy, es un monumento. 列に並んでからおよそ1時間、ようやくスタジアムに入ることができました。時刻は8時半くらいで、もう間もなくスタメンが発表される時間帯です。並んでる間に気づきましたが、現地に訪れている観客の半分以上はメキシコ人で、彼らの多くは日本代表を応援してくれています。決戦の地エスタディオ BBVA ことモンテレースタジアム。収容人数はおよそ53,500人。ピッチとの距離が非常に近く設計され、臨場感あふれる観戦体験を味わえそうです。自分は2階席ですが。キックオフが目前に迫りました。当日まで気づかなかったのですが、自分がいる席は日本代表のサポーターの中心団体のすぐ近くなので、声を張り上げて応援しなくてはなりません。日本代表のスタメン紹介の様子です。いよいよキックオフです。
4得点というゴールラッシュで日本代表が無事に勝利を飾りました。ワールドカップといえばどんな相手でも薄氷の勝利が多かったイメージなので、こんな楽しい試合になると思わず感無量です。これで気持ちよく残りのメキシコ滞在を満喫できそうです。時刻は深夜の1時。無料のバスやメトロはまだ動いているので、このままホテルに帰ります。ホテルに戻る頃には2時半を過ぎていました。明日はレイトチェックアウトに存分に甘え、昼過ぎまではホテルでのんびりくつろぎたいと思います。おやすみなさい。翌日です。時刻は朝11時。ホテルのレストランで朝食か昼食かわかりませんが、食事をしに来ました。生演奏付きのゴージャスな空間ですが、この時も自分はサッカーのユニフォームを着ています。今日くらいは許されると思います。ホットケーキを注文しました。メキシカンサイズのかなり大きめの3枚セットですが、昨日の夜は何も食べずに寝てしまったので大変ちょうど良かったです。ごちそうさまでした。時刻は午後1時。ホテルをチェックアウトし、今日はモンテレー市内を観光していきます。今歩いているのはモレロス通り。マクロプラザに隣接し、モンテレーの中心部を東西に貫く街の主要なストリートの一つです。石畳の路地には18世紀から19世紀のカラフルなスペイン植民地時代の面影がそのまま残されており、都市のルーツを肌で感じられる場所です。近年この歴史ある佇まいを生かしたリノベーションが進んでおり、通り沿いには洗練されたブティックや隠れ家のようなおしゃれなカフェ、アートギャラリーが軒を連ねています。モレロス通りから様相をガラリと変えたここはイグナシオ・アジェンデ通り。日曜日の今日は露店が多く出店されており、どこか東南アジアのような活気のある空気感を感じます。これからこの近くにあるスーパーでお土産を買いに行きます。ここはメルコというメキシコの中でも超ローカルな地域密着型スーパーです。ですが、モンテレー市内の中ではかなり規模が大きい方でお土産の選択肢が多そうです。海外のスーパーでは万引き防止のため入り口で大きなカバンを預けるルールがあります。これはこれで正直不安ですが、スマホやパスポートなどの絶対に手放せない貴重品は肌身離さず持っているので、ここはルールにのっとりしっかり荷物を預けていきます。メキシコはスナック菓子が美味しいと聞いたので、これをお土産に買うことにしました。ドリトスなど日本で見かけるお菓子もありますが、一応本場の味ということで無難にここらをチョイスしようと思います。開封済みのお菓子も陳列されています。
メキシコのスーパーではこれは特段ルール違反ではなく、買う前にお菓子の味見をするのはよくある光景だそうです。そのため自分が購入したお菓子が開封済みになっていないかは入念にチェックする必要があります。無事にお土産を購入し、昨日ファンフェスティバルで来たフンディドーラ公園に再びやってきました。今日はファンフェスティバルではなく、この広大な公園そのものを観光していこうと思います。ちなみにここフンディドーラ公園の敷地面積はおよそ142ヘクタール。日本でよく比較される東京ドームが約 4.7 ヘクタールなので、その30倍以上という途方もないスケールです。1日でどこまで見れるかわかりませんが、主要な点だけでも見に行きたいと思います。現在のモンテレーは一応雨季にあたりますが、降水量が最も多いのは9月で、6月の今は本格的な夏の始まりの季節に相当します。到着時の飛行機こそ激しい豪雨に巻き込まれましたが、それ以降の天候はすこぶる良好で、今日も清々しい青空が広がっています。そしてモンテレーにいると真っ先に目に入るあの山、セロデ・ラシージャ。スペイン語で馬の蔵を意味するその名の通り、独特なくぼみを持つ荒々しい岩肌が特徴で、モンテレーを代表するシンボルになっています。フンディドーラ公園の内部には人工の川が流れています。これはサンタルシア遊歩道で、全長約 2.5km、公園の中心部からマクロプラザまで続いています。周囲を山に囲まれ乾燥することも多いモンテレーのオアシスのような場所で、現地の人々も週末のひとときをここでのんびり過ごしているようです。ここからサンタルシア遊歩道を下る水上バスに乗ることができます。逆にマクロプラザからここに来ることもできるみたいです。公園内には車が入ってくることはできないので、公園に用がある市民にとっては移動手段としても有用な役割を果たしていそうです。チケットを買いました。片道120ペソ、日本円にしておよそ1200円です。ちなみに自分はメキシコペソを1ペソ10円でずっと頭の中で換算していたのですが、厳密にはもう少し安いみたいで、引き落とし額を見たら少し得した気分になりました。マクロプラザの中心に着きました。ちなみに自分はこの船が片道だと知らず、てっきり出港した最初の場所に戻るものだとこの時まで思っていました。ですがこの後の移動を考えると、ウーバーを呼びやすい車道が近いここでちょうど良かったです。日がだいぶ傾いてきました。時刻は夕方6時半。自分はこの日の深夜の飛行機で帰国するので、メキシコ滞在も残り数時間です。これから向かうのはこの旅最後の目的地です。ウーバーでタクシーを呼び、最後の目的地へと向かいます。
最後の目的地はオビスパド展望台というモンテレーを一望できるスポットで、そこで沈みゆく夕日に思いを馳せながらこの旅を締めくくろうと思います。ウーバーを使い慣れておらず、展望台のふもとの道路で降ろされてしまいました。ここからまだ展望台までは 2km 以上あります。もう一度タクシーを呼ぼうかと思いましたが、あまり車の多い通りでないので、呼び出すより自分の足で向かう方が早そうです。夕日のタイムリミットまでには間に合わせたいところです。展望台の標高は今いる場所から230メートルほど高い場所になります。直線距離的にそう遠くない分、かなり急勾配な坂道を登る必要があります。この旅の最後の試練だと思って踏ん張って登っていきたいと思います。展望台への道中にはオビスバド博物館があり、ここの駐車場は無料で使うことができます。ここもすでにそこそこ登ってきた場所に位置しているので、もしオビスバド展望台にタクシーで向かう人がいたら、ここを目的地に設定することをお勧めします。ここまでは無料の駐車場の範囲内です。この先に有料ゾーンがあり、お金を払えばその先の駐車場も利用できるそうです。あそこに見えるのが有料ゾーンの駐車場です。この先もまだ坂道がありますが、ここからは全員歩いて登る必要があります。メキシコ・モンテレーの旅、いかがでしたでしょうか。ワールドカップの試合を目的に訪れた地ですが、メキシコの情熱を大いに感じられる時間だったように感じます。どうしても治安の悪いイメージが先行しがちなメキシコですが、この旅で自分自身が危険な目に遭うことは一度もなく、触れ合ったメキシコ人も皆温かくエキサイティングな人々ばかりでした。モンテレーに行く前に訪れたメキシコシティの旅の様子も追って動画にするので、そちらもぜひご期待ください。今回もご視聴いただきありがとうございました。